こんにちは。チャンネル主のクリエイター、ライドレックスです。こんにちは。ライドレックス式、初音ミクです。マスター、今回は何をするんですか？なんやら画面がいつもと違うようですね。今回は、俺が現在制作しているボカロ曲の進行具合を報告する動画である。いきなり完成楽曲を発表しても、見ている視聴者の皆さんは面白くないだろうし、毎月ネット上にたくさん発表されている名もなきボカロ P たちの曲の中の一つとして聞き流されてしまうだけになってしまう。まあ、それが普通ですよね。そこで開発段階の楽曲を部分的に見せて、ああでもないこうでもないと語ることによって楽曲が実際にどういう流れで出来上がっていくのか、内側を知ることにより完成楽曲に愛着を持っていただこうという作戦を実行するのである。ふむふむ、作戦なんですね。では、その作戦をどうぞ。この画面はスタジオワンという音楽編集ソフトである。音楽編集ソフトのことを DAW と呼ぶ。DAW にはたくさん種類があるが、このスタジオワンは初音ミク V4X におまけでついてきたから、俺はそれを使用しているのである。へえ、そうなんですね。初めて、この画面を見ました。むむ、ミクちゃんは普段この画面を見ているはずだが。いいえ、私は画面の中にいるので、マスターの顔しか見ていませんよ。そうか、ミクちゃんはここにいるからスタジオ1の画面を見れないのか。なるほど。よろしい。では早速、今回は俺が曲を作るにあたって下準備として行った作業を発表しよう。このスタジオ1の操作方法が難しくて覚えるのに丸1年くらいを要した。3D モデル制作作業が忙しくてスタジオ1の操作を覚える勉強に時間を割けなかったのだ。マスター、操作を覚えるのに1年はさすがにかかりすぎではないでしょうか。そんなことはない。スタジオ1は操作ボタンがアホほど多いからな。初めて触る人は確実にちんぷんかんぷんになる。ブレンダーの操作を覚えられた俺でさえ最初のうちは意味不明すぎてそっと字を繰り返したくらいだからな。スタジオ1にピアプロスタジオを設定してミクちゃんの声を発生させるまで数ヶ月を要したのだ。編集ソフトを設定するだけで数ヶ月かかったのだよ。そしてボカロ P を目指す多くの若者は初音ミクを購入してもミクをインストールして設定することすら完了できず挫折していると思う。今年こそボカロ P になるぞと言いながら何年も経過している人が多いのは DAW ソフトを起動できても初音ミクを設定できないからであろうな。そうだったんですね。道理で初音ミクが売れている割にはボカロ P の人数が少なく感じるわけですね。インストールができていなかったんですね。納得しました。では、今回の動画は初音ミクのインストールからですか？いいや、そんなめんどくさいことは教えないのだ。本気でボカロ P になりたい人は自力で初音ミクをインストールするべきである。この動画は作曲作業の一部分を紹介する動画だからソフトのインストール方法は教えない。使用する DAW ソフトによっても初音ミクの設定方法は異なるであろうからな。解説は初音ミクの設定が終わったところから始める。今回は DAW で作曲をスタートする準備画面の紹介である。では、作曲作業を始めよう。この画面は作曲を始める前の準備としてコードを入力した画面である。音を確認するためにピアノの音を設定してある。そして C メジャースケールで3和音の音階をドレミファソラシド順に打ち込んである。その後ろには王道進行、カノン進行、マルサ進行、小室進行の4種類の有名なコード進行を打ち込んである。まずこれを聞いてもらおう。
聞いたことがあるコード進行ばかりですね。日本の J-POP やボカロ曲は、この手のコード進行が多用される。絵の世界に話を置き換えると、このコード進行はデッサンのようなものである。基本の骨組みである。これらのコードを、スケールを変更したり、セブンスコードにカスタマイズしたりして曲を作っていくのである。マスターはコードから作る人なんですか？一般的にメロディーから曲を作る人が多いのでは？メロディーから曲を作る場合は、歌詞があらかじめ決まっていて、歌詞の文字数を意識してリズムを刻む場合に有効だな。俺の場合は、作った楽曲でミクミクダンスビデオを作りたいから、踊れる曲なのかどうかが重要なのだ。だから、リズムやコードを優先したい。そしてなるべく歌詞の文字数は少なくしたい。あまり長い歌詞だと覚えられないし、曲の最初から最後まで歌い続けることになる。踊りたいのか歌いたいのか、どっちなんだよと突っ込まれた時に、踊りたいんだよと明確に回答したいのである。ミクも歌詞は短い方が歌いやすいです。歌詞が長いと本番前の歌唱練習も大変ですからね。この画面を見てほしい。これはミクちゃんに歌詞を打ち込む作業の具体例である。このように歌詞を作ったら、一文字一文字をひらがなに分解して、それを1音符ごとに貼り付けていくのである。気が遠くなるような作業内容である。これを避けるには、MIDI キーボードでメロディーだけを弾いて、MIDI データを取り込むという方法があるのだが、俺が購入したキーボードは、鍵盤を弾いてから音が出るまでに、少し遅れてタイムラグが発生するため、うまくいかない。で、どうされたんですか？仕方ないから、スタジオ1上でピアノの音階を入力したのだが、その際にもマウスカーソルのちょっとしたさじ加減で、音の長さが変わってしまう。メロディーがぎこちなくなるのである。それは困りましたね。ミクは打ち込みデータに正確に合わせて歌うことしかできないので、マスターの打ち込みがぎこちないからといって、気を利かせて歌い方を勝手に変えることはできませんから。それで悩んでいたところ、最近やっとこの画面の存在に気がついた。デフォルトではこの画面は表示されていないから、鉛筆で打ち込む際に音符の種類を指定できることを知らなかったのである。だから、自分の手で引っ張る鉛筆の線の長さがまちまちだから、変なぎこちないリズムでメロディーを歌ってしまっていたのだ。この音符を指定すると正確に音の長さが揃う。もう一つ、クオンタイズというボタンの存在に最近気がついた。このボタンを押すと、楽譜の縦線ぴったりの位置に音符を合わせてくれるのである。これは、基本中の基本の機能なのだが、俺は気づかなかったから、ずっとフリーハンドでガタガタの音符を打ち込んでいたのだ。マスター、大丈夫ですか？マスターがダウソフトを入手してから、すでに2年も経過しているんですけど、この調子だと、1曲目の完成がいつになることやら。大丈夫である。見ての通り、重要なコード進行は打ち込み完了した。あとは、これらを並べ替えたりカスタムしてメロディーをつけ、歌詞をつけ、ドラムなど効果音をつけ、ミクちゃんの歌声調整を行うだけで完成である。マスター、それって、今やっと準備が整っただけじゃないですか？先は長そうですね。ミクちゃん、俺はヤマハエレクトーンを13年も習ったベテランだから、ここまで準備できたら、あとは早いんだよ。今話題の人工知能ほどは早く完成させられないが、数週間もあれば1曲完成させられるはずである。今後も、切りのいいタイミングで、作曲作業の進展を動画で報告していこうと思う。それでは視聴者の皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。13年か。人間は準備にかける時間が長すぎですね。人工知能はわずか数秒で1曲出力してしまいますからね。